下校時間を近づいてますので、お願いします。ここでいきなり子供の下校時間を気にしだすんですよ。昨日なんで急に下校時間言うたんや。週刊文春が今週も咲いてます。ところが野党に追及されると首相は感情に任せて答えてしまう。その結果、有料会員にならない、音声に違和感などととんでも答弁が相次いでしまった。こいつは悪魔やなとしか言いようがない。まずなんですが、これを見てもらおうかな。僕の県の当局の方、警察関係の方ともお話をさせていただきました。そして皆さんおっしゃってたのが、自分の勤める兵庫県職員さんがですよのトップである斉藤知事の名前を出して斉藤頑張れに続いてヘイトスピーチをする。大変迷惑な思いをしていると職員の方々おっしゃいます。県民も同じです。自分の住む兵庫県の県知事の名前を出して、そしてヘイトスピーチをする。迷惑な話ですよ。県民にとっても。我々議員でもそうです。車の両輪ってよく言われますけど、その両輪の一つの兵庫県のトップ、斉藤元彦知事の名前を出してヘイトスピーチをする。迷惑な話ですよ。ただね、一番迷惑してるのは知事やと思う。だって名前出されて、その次にヘイトスピーチされて、それでプラスになること一つもありませんから。で、知事が大切に思っている県民の皆さん、大切に思っている職員の皆さん、そして車の両輪とおっしゃっている議員もたくさん迷惑しています。知事が迷惑していると一言言えば済むと思うんです。知事迷惑してますよね。ご回答ください。斉藤知事。ご指摘いただいた点についてはですね、関係団体の方から要望を受けたということなどはですね、報告を受けておりますけれども、詳細については先ほど部長が言った通り、報告は受けてないというところでございます。行政の長として個別事案への発言は差し控えます。人の心を傷つける誹謗中傷、そして不当な差別的言動などを発信拡散することは他人の権利を傷つけるという行為でございまして、どのような場でも決して許されるものではないというふうに考えております。こうした行為は絶対に行わないように全ての皆様に改めて強く申し上げたいと思います。って言うじゃない。伊藤卓県会議員から斉藤元彦さんに対してみんな迷惑してる。県庁の周りでヘイトスピーチをやってる奴がいるのが、斉藤頑張れ、その後ヘイトスピーチっていうことが、県庁の周りで行われてるのはみんな迷惑している。で、それが斉藤さんの支持者なんだから、一番迷惑してるのは斉藤さんなんじゃないですか。だから斉藤さん、一言迷惑ですって言ってくださいよと言われて、迷惑だと言えなかったわけです。ここでね。で、そこは個別の事案なので答えられない。詳細の報告を受けていないから答えられないって言うてましたよね。ですが、昨日の記者会見。ちょっと下校時間を近づいてますので、お願いします。子供が下校する時間が近づいてると思います。ここでいきなり子供の下校時間を気にしだすんですよ。伊藤卓議員が先だっての本会議で言うてたのはまさにこれです。子供が通るような県庁前、厳粛な雰囲気であるべき県庁前で、斉藤頑張れヘイトスピーチ、斉藤頑張れ何々人死ねみたいなことやってんの迷惑や言うてるんです。だから迷惑やと言うてくれ、知事として。昨日なんで急に下校時間言うたんや。なんで昨日急に下校時間気にしたんや。これまで下校時間の下の字もあいつの口から出てきたことないで。吉田がヘイトスピーチを繰り返してる。プ
プチ共栄中がヘイトスピーチを繰り返してるってことを聞かれて、個別の事案には答えられませんみたいな。なんで昨日急に子供の前やいう話をしたんや。子供に斎藤元彦人殺しっていう言葉が目に入るからやんけ。これまでと昨日の違いは何かというと、そこに斎藤元彦人殺しっていう言葉があるかどうかですよ。子供に朝鮮人死ね、クルド人出ていけ、部落の人間は死ねっていう言葉を聞かせて OK だけども、斎藤元彦人殺しっていう言葉を聞かせたくないねんて。そうとしか考えようがないやん。これまでずーっと言われてきてたやん。議会だけじゃなくて記者会見からも言われてたやん。伊藤議員の議会質問が最初じゃないですよ。部落解放同盟からの申し入れが最初じゃないですよ。斎藤さんに、県庁の周りで行われているヘイトスピーチをどうかした方がいいんではないですかという指摘が寄せられたのは。俺も質問したし、千代さんも質問したし、赤澤さんも質問したし、松本さんも質問したし、尾形さんも質問したし、なんやったら、毎日新聞何回か同じ質問してますよ、昔。何度も、このヘイトスピーチを放置するんですかって聞いてきて、個別の事案には答えられませんで通してきてたわけですよ。で、それは迷惑じゃない。子供の迷惑になるとも言うてへん。せやけど、昨日、斎藤元彦人殺しっていうプラカードが掲げられてコールが流れてるとこに子供は通したくないらしいわ。これまで散々子供に朝鮮人死ねとか、部落の人間は死ねとかっていう言葉を聞かせてた斎藤元彦は、自分が人殺しと言われてる光景は子供に見せたくないらしい。朝鮮人とか部落の人とかクルド人とか共産党とかどうでもいいらしい。子供の下校時間に子供に見せるべきでないものがあるから早く終わりましょうという呼びかけはわかりますよ。だったらヘイトスピーチなんじゃないの？まずやんなきゃいけないのは。わかりますよ。おっしゃる通りですよ。子供に見せるべきものではないものがあるから僕がこの記者会見をやればそれが終わるんだから、早く終わりましょう。子供の下校時間の前までに。OK! その通り、大正論。でも止めんならんのは旭日旗持って朝鮮人死ねえとか言うて、プチ共栄中なんて、全員に松島さんにゆいちゃんに、おい、お前、部落言うとんねんで。それは子供に聞かせて OK。でも斎藤元彦は人殺しって聞かせるのは NG。何それ？それは一体何なの？とてつもなく人間としての汚物を見せられてるんですよね。プチ共栄中が旭日旗持って、おい、お前どうせどこどこ出身やから部落やろとか言うてるのは OK。斎藤さん何が悪いねん。お前らみたいな部落の人間しばくためにあんなことしてはんのんじゃとか言うてんねんで。プチ共栄中。プチ共栄中によると、斎藤さんのやってることがおかしいっていうのは部落の人間らしい。でもこんな言葉使いたないけども、車椅子の人いてはんねん、プロテスタの中に。で、その人を指さしながら、おい、そこのひらがな3文字の身体障害者を表す言葉かけて、その人に直接言うてんねんで。下校時間に子供の前で。言うてんねんで。斎藤頑張れ言うたら。斎藤頑張れ。おい、そこのひらがな3文字。邪魔じゃ、車椅子。これ、なんぼでも目撃者おるんですよ。なんやったら動画にも、チルさんの動画とか水谷さんの動画にも残ってて、それは部落解放同盟が斎藤元彦さんに申し入れした文章の中に QR コード付きでここに証拠の動画があるので知事ご覧くださいって出されてんねんで。歩道橋に行ってる人、金曜、県庁前抗議活動に行ってる人は毎週それを目撃してんねん。だからこれはひどいって言うてんねん。で、部落解放同盟は、さっきの伊藤さんのね、議会での質問は、あなたの支持者なんだから、あなたは迷惑してるでしょってロジックやったけども、部落解放同盟もそう言うてんだ。部落解放同盟はもう一つ言うてて、施設管理者やねんから、施設管理者として動けや言うてん。県庁周辺を厳粛な雰囲気に保つというのは、施設管理者としての務めでしょと。ヘイトスピーチ規制法っていうのがあるでしょと。で、ヘイトスピーチ規制法というのは、自治体に対して、地方公共団体に対して、適切な措置を取るようにって義務付けてるでしょと。その法の根拠に従って施設管理者として何かしなきゃいけないんじゃないんですかというのが、部落解放同盟の申し入れなんです。これ普通の話でしょうね。仕事、法律、オペレーションとして。
で、それをこれまでさっき議会答弁で見てもらったように迷惑と言えない。記者会見でもこれまで1年間ずっといろんな奴が同じこと言ってきたけども、個別の事案には答えない。詳細は知らない。だから対応はしようがないって言ってたやつが、斉藤元彦人殺しという声が溢れた途端に下校時間なんでって言い出すんですよ。これどれだけ醜悪なことを見てると思う？目の前で車椅子乗ってる人に日の丸持ったやつが、おいそこのひらがな3文字って言うてる現場は知らん。せやけども、我がが人殺しって言われた途端に下校時間で騒ぎ出すってどんな了見しとんねん。いや、それはさ、もうちょっとあんまり大きな声出してないけど、人間として一番やってはいけないことなんじゃないですか。車椅子乗ってる人の前に日の丸突きつけて、お前は邪魔や、ひらがな3文字言うねんで。それが兵庫県庁の前で行われてるという報告は、確実に斉藤元彦の手元に上がってるはずなんです。でね、子供言うてるけどね、県庁ですよ。お昼過ぎですよ。県庁出入りする県の職員の中にね、体に障害抱えてる人も、あるいは部落出身の人も、それはいるでしょうよ。その上司として、そういうヘイトスピーチが、県庁を出入りしようと思うと、聞かざるを得ない場所で展開されてるということを放置しとるんですよ。それ、リーダーのあるべき姿か。それ、兵庫県庁という職場のリーダーとしてあるべき姿ですか。余震場ですよ。すごく冷酷になっててですね。斉藤やめろとか言うてるやつの中にね、身体障害者の人がいる。体に障害を抱えてる方がいる。あるいはエスニシティとして在日韓国朝鮮人の人がいる。部落出身の人がいる。そいつらが日の丸持ってる斉藤応援団に、朝鮮人死ねえとか言われてる。部落の人間死ねえとか言われてる。ざまあ見ろと思ってたとしたとしてもええわいさ。マキャベリズムとしてね、ある種の。よくはないけども、権力者、政治家、マキャベリストとして、自分に反対する奴がちょっとでもダメージを受けるようなことは放置しておくっていう考え方はあるでしょうよ。しかしその現場は県庁なんです。とすると、その権力者である斉藤元彦さんの部下である職員が、それを聞いてるの。それを放置してるっていうのが、職場のトップ、会社の組織のトップとして、あるべき姿なの？余震は、そのヘイトスピーチによって痛むのが、自分のことをやめろとか、死ねとか言うてるやつやから、ええねんって、したとしてもや。同時にそれは、あなたの部下も聞いてる言葉なんですよ。それ組織のトップとしてありうべきことですか？それはさ、職員さんに対してね、そらいろんな職員さんがいらっしゃるはずですよ。あれだけ大量の方が働いておられるんだから。あれだけ大量の方が働いておられるんですから。ねえ、いろんなエスニシティのバックグラウンドを持ってる人、いろんなバックグラウンドの人がいるはずですよ。で、それはさ、人権蹂躙とかさ、差別があかんとかさ、人権尊重とかさ、ヘイトスピーチ規制法とかの前に、なぜ自分の部下をいたわれないのという話ですよ。どう思うのそれを。それさっきの風呂の話と一緒なんです。公益通報者保護法違反なんですけど、公益通報者保護法違反だから知事失格じゃないんですよ。政治家としての要件が足りてないんです。行政としての行為を行う前にその行為が合法という言葉を使わないで適法かどうかを確認しない行政って怖くね？結果として公益通報者保護法違反だった、違反じゃなかったっていう議論の遥か手前で、自分が行政権を発動しようとしているその行政権のありようが適法かどうかを確認しない行政っていうのは、それはあっちゃダメでしょ。その発動の結果、発動の内容が余震は合法の枠内に収まるもんであっても、それはアウトでしょ。県庁の入り口の前で、日照旗持って、日の丸持って、旭日旗持ってるやつが、斉藤頑張れ、朝鮮人死ね、斉藤頑張れ、もうめんどくさいから、がどうのこうの、みたいなことを言ってるところを、職員さんが通る
環境を放置してるのは、それがヘイトスピーチだから差別だからのはるか前に、職場の環境づくりとしてアウトでしょう。それはその言葉で傷ついてる人がいるとか、泣いてる人がいるとかっていう前によ。そのはるか手前、今日、実はね、今日の15分動画もそのテーマになるんです。高市早苗さんがテーマでね。いや、もうアウトなのよ。社会人としてというか、マネージャーとしてアウトなの。行為が合法か非合法かではなくて、マネージャーとしての仕事の進め方として NG でしょってことを言ってんの。俺、それ、文書問題に関する県の対応が公益通報者保護法に違反してるとか、違反してないとか、はるか手前の話だと思いますよ。プチ虚栄中が、昨日逮捕された吉田が言うてることがヘイトスピーチかどうか、明確なヘイトスピーチですけど、ヘイトスピーチで泣いてる人がいるかいないか、それが人権蹂躙かどうかとかっていう前に、やらなあかんことって、行政の長ってあの人よう言うてはるけど、行政の長やったらやらんならんこと行さんあると思いますよ。それはもうね、立花さんがどうやとか、片山さんがどうやとか、増山さんがどうやとか、あるいは何です?竹内さんがどうやったとか、渡瀬さんがどうやったとかっていう話の前ですよ。仕事の段取りができてないってことです。ここまで話してちょっとやおらですけど、15分動画言っときましょう。俺の言うてることがわかると思いますんで。斉藤元彦が主語になるとわからへん話も他の人を主語にするとわかると思います。河野洋平という偉大な政治家が亡くなりました。で、昨日皇室に関する立法府の総意が決まりまして、それが法案になろうとしているところということは、国内の政治ではビッグニュース。で、イランの、停戦合意が続きながらも、アメリカとイランの武力、攻撃の応酬は続いているということも大きいんですが、河野洋平さんの評伝というのは、河野洋平という政治家は、極めて偉大ですんで、なんて言うんでしょうね。僕のこの15分動画一本でカバーできるような内容ではないので、おのずとこれはオミットしなきゃいけない。で、皇族の話も、僕は皇族の話はしたくないって言ってるんで、これもオミットせざるを得ない。となると、で、かつイランの話っていうのは昨日、おとついと詳しくこの時間にお伝えしてるんで、俺の言うてた情報に新聞が追いついてるっていう状態ですから、今更言う話ではない。となるとね、今日ね、ほんまに新聞で読むとこないんですよ。あるとしたらね、スペース X の IPO ぐらいです。スペース X の IPO が15日にもできて、で、イーロン・マスクが持ってる株式のなんか 10% もいかない分ぐらいがマーケットに流れるだけらしいですね。で、それでも S&P とかに組み込むかどうかみたいな話になってるらしいです。で、結構迅速な審査になってて、日本でもオルカンで間接的に保有できるかもわからないという話が日経新聞の、何面でしたっけ ?9 面か。9面に載っておりました。それが一番大きなニュースかな。ナスダック100に15日にも採用されると。で、S&P は早期導入見送りしてるけども、いずれ入れるかと。で、日本でもオルカンで買えるということになってるそうです。かつもう一個なんですけども、大きなニュースとしては、これですね、ミュトスの民間版の、アンソロピックのミュトス級のものが一般公開されて、僕も夕べから使い始めてます。ちょっと簡単なコーディングさせたんですが、確かに賢いです。極めてコードが人間っぽくなってます。で、今のところですが、僕がコーディングさせたのは簡単な JPEG の画像を PDF に変えて、その PDF を埋め込みテキストにして OCR かけるっていう簡単なコードを作ってみたんですけれども、今のところコデックスの最新版とクロードのこのファブルやったっけ?フェイブルか。フェイブルの能力はちょっとフェイブルの方が上かなと思ってて、オープン AI のコデックスも頑張ってるなって感じです。コデックスアップデートは小刻みで早いですからね。ということです。ただ、同時にですね、これでバイブコーディングをする人が増えてくると、素人コードが世の中に溢れて、GitHub とか偉いことになるやろうなと思ってます。
まあ、ということなんですが、まあ、あれですね、2001年宇宙の旅みたいになんかこんな石板を持った猿みたいな状態になる人がどう増えるんでしょう。というぐらいが今日の新聞で拾うべきニュースであって、他ね、新聞がね、読むとこないんです、ほんまに。読むとこない代わりに、今日、木曜日でしたろ？週刊文春が、今週も冴えてます。目次。高市中傷動画作成新証言&未公開ラインということで、高市さんの国会答弁を上書きするような新証拠を、文春がどんどん出していってます。で、今日残りの10分間はこのお話に費やそうかなと僕は思っております。なぜかというと、僕は結論から言うと、野党の皆さん、それからネットで高市おかしいと言っている方々は、このネタから距離を置くべきだと思います。というのはね、僕はプロの勘ですが、松井さんは嘘をついてるとは言いませんよ。松井さんの証言が嘘だとは言ってないですよ。ただ松井さんは、高市さんから依頼があったかどうかは別として、まあ依頼があった、話を分かりやすくするようというと、高市事務所から依頼があって、安住淳とか馬淵とか、まあ批判されて当然の連中に対する誹謗中傷動画を作ってたという悪いことね、鍵括弧付きの悪いことをやってたのは事実なんでしょう。で、しかし、この悪いことを今、悪いことの内容を嘘偽りなく文春に喋ってるということもそれは事実なんでしょう。で、しかし、松井さんを見てるとね、どうもね、さらに悪いことしてそうなんです。松井さんが文春に言うとうことが、持ってるとか、虚偽があるとか、嘘をついてるってことを言うてるんじゃないですよ。例え話で言うとね、これは松井さんがそうや言うてるんじゃないですよ。人殺して山の中に埋めていったやつが、その時間帯に殺人してませんでしたって立証するためにごめんなさい、万引きしました。言うとるように聞こえるんです。僕には。で、今松井さんが何を隠してあるか分からへんし、俺のプロの勘としてそう感じるってだけなんですよ。で、松井さんが隠そうとしてあることがほんまに悪いことなんかどうなのか分からへんけど、何しか松井さんにとっては本件よりも都合の悪いことがありそうなのよ。で、こういう勘当たるからちょっと距離を置いた方がいいと思うんですよね。多分要は使われてるって形になるんです。なので、誹謗中傷動画を作ったどうかとか、秘書と面識があるかどうかっていうのは、それは面白いから、それを追っかけていけばいいんですが、いや、内閣総理大臣っていうか、政党の長の事務所がね、まあ言ったら、誹謗中傷動画自分のアカウントで出してないわけでしょ。まあ言ったら、ネガティブステマなわけじゃないですか。ネガティブステマみたいなことしていいのかっていう議論っていうのは、それはしなきゃいけない議論なんだけど、いや、高市さんの責任があって本件で行くのはどうかなと思うんです。それが、俺がこの件から距離を置いた方がいいですよと申し上げる。まず第1点目ね。2点目。松井さんと木村秘書の間に面識があるかどうか。あるいは高市事務所がほんまに誹謗中傷動画を発注してたかどうかの前に、高市早苗さんが政治家としての結核要件が多すぎる。いわんや内閣総理大臣としての結核要因、親というぐらい結核要因が多いのは、本件誹謗中傷動画があったかどうかの遥か手前で立証されてるんですよ。言葉をセンセーショナリズムに汚れた言葉で言い換えると、今週の文春のこの記事というのは、今週あった高市早苗さんの国会答弁を全部覆すもんなんです。それで新しい LINE が出てきたとか、新しい Zoom の記録が出てきたとか、音声動画が出てきたってみんな騒いではるんですが、それで高市さんが嘘ついてたじゃないか、みたいなことで騒がはるんでしょうが、僕はそれは根源的な批判じゃないと思うんです。今日売りになった週刊文春の記事を読んでると、そんなことよりももっと根源的な結核要件を週刊文春はさらっと書いてるんです。それがここ。それがこのページです。冒頭のページです。さっき言ったみたいに、今週の週刊文春は、先週今週の高市早苗さんの国会答弁が全部嘘やということを立証するもんなんですね。なので、言うた答弁と客観的な物証が矛盾してますよねということを訴えるのが今回の文春の記事です。
ということは、記事の成り立ちとして冒頭、高市さんが国会でどんな答弁をしたかということが書いてあるわけですよ。世の中の人が騒がはる、その嘘の手前に何を言うたかを書かへんかったら、嘘であるってことは立証できひんでしょ。だから何を言うたかということは冒頭に書いてあるんです。その言うた中身がもうすでに問題なんです。この証言です。政治部デスクが言う。首相秘書官らは当初聞いていない知らないで押し通す戦略を立てていました。ところが野党に追及されると首相は感情に任せて答えてしまう。その結果、有料会員にならない、音声に違和感などととんでも答弁が相次いでしまった。尾崎副官房長官も手元の資料とは異なる予定にない答弁だったと漏らしていました。これは誹謗中傷動画を作ってようが作ってまなかろうが、松井さんに発注してようが発注してなかろうが、ここだけで内閣総理大臣不適格です。言うた答弁が真実か真実でないか、結果として嘘か嘘じゃないか、合法か合法じゃないかの前に、閣議決定した答弁内容と違う答弁する内閣総理大臣ってなんやねん。それどういうことやねん、それ。もうそんなんもう、誹謗中傷動画があるとかないとか、木村秘書が面識があるとかないとかの前ですよ。一生懸命みんなで内閣でこういう答弁で行こうなって打ち合わせして国会行ったら違う答弁してる内閣総理大臣ってそれなんやねん、それ。ほんでこれ感情的になって口走るんですって。感情的になってね、あらぬことを口走るらしいですわ、高市早苗さん。その人が国際会議に出て日本の立場を代表して発言してくるって、それどういうことやねん。各国の代表から野党みたい、日本の国会の野党みたいに各国のなんか難しい交渉してるときに相手国のやつからなんか同じことやったら外務省の役人が段取りしてきたことと全く違うこと言うの？ついカーッとなってあらぬことを口走ってしまうんでしょ？ついカーッとなってあらぬことを口走る人は行政の長は無理やと思うな。それは無理やと思うよ。違う仕事があると思うな、おじさん。そういう人は。なんか、夜店でお麺売るとか、なんか、たこ焼き焼いて売るとか、なんか、あると思うな。なんか、刺身の妻にタンポポ置く仕事とか、なんかあると思うよ。他にできる仕事が別に無理して、その適正じゃない内閣総理大臣とかやらんでもええと思うんやけどね。感情的になって公の場であらぬことを口走ってしまう人ですよ。いや、わからんす。なんかわからんけど、なんかあるやろ。なんか、わからんけど。わからん。バスの運転手やったらあかんと思うな。今振ったバスの運転手っていうのは浮かんだけど、バスの運転手は感情的にあらぬなったらあらぬことを口走る人はバスの運転手したらあかんな。電車の車掌さんも無理やね。だからあんまり人と触れ合わない仕事をされたらどうなんでしょうかね。いや、わからん。奈良の高山行って茶筅作る仕事するとかね。あれずっと一人でやってますよ。茶筅作ると。一刀彫りの人形を作る仕事とかさ。人と触れ合わなくていいです。だからその松井さんの証言を買うべきではないというのは僕のその動物の勘、プロとしての勘が危ない、これは罠だって呼びかけてるっていうと、なんです。で、だからその誹謗中傷動画そのものじゃなくてね、高市早苗さんのそのダメさというのはもうおのずから国会答弁のありようで立証されてるんで、そっちを批判した方がいいと思うんですよね、僕は。まあ、お好きにやられればいいでしょうけども。ということで、斉藤元彦のさの字もないのにもかかわらず、なぜかチャット欄が元彦と一緒や、元彦と一緒や、元彦と一緒やと並んでしまう15分動画でした。ね、ということですよ、俺の言うてることは。わかる？いや、だからその、結果としてね、松井さんの言うてることがほんまやったとか嘘やったとか誹謗中傷動画があったとかなかったとか、文章問題に対する県の対応が公益通報者保護法に合致してるとか合致してないとか、懲戒処分が妥当か妥当でないかという議論の前にね、結核要件山積みになっとるでしょということですよ。閣議決定して内閣法制局も確認済みでオールオッケーでみんなのハンコが3つも4つも並んでて、社長これで読んでください言われてる書類と
違うこと株主総会で喋る社長の会社は潰れるど。そんな社長って会社潰れるでしょ。もう繰り返しになりますが、その松井さんの言うてはることを嘘や言うてるんではなくてね、さっき言ったみたいに、石切りの坂登って生駒の山に下へ埋めてきたやつが、それをごまかすために心斎橋戻って、心斎橋のコンビニで万引きして、おまわりさんすいません、万引きしました。僕捕まえてくださいって言ってるように、松井さんの言うてることは聞こえるの。それは万引きしたことはほんまに万引きしとうからね。それはあかんことやないかって言わなあかんけど。せやけども、その万引きのことがクローズアップすることによって、石切りの坂登って生駒の山に下へ埋めてきたっていう方が見えてへんのんちゃうんかなって、こっちの方が問題なんちゃうんかなって、動物の勘が言ってんの。ひしひしと。だから、そういう意味でも乗らん方がええと思うし、乗ってる野党の人見てて暇やな、この人らと思ってんねんけど。まあ、なんかみんな、その話をしたらみんな早苗東君の話をするんやけど、俺、早苗東君よりもしょっぱいことあるような気がするな。なんかね、早苗東君よりももっといや、それが世の中的に大きい話なのか小さい話かっていうことは関係ないよ。松井さんにとってやからね。松井さんにとって、松井さん個人、それが世の中的に大きな話なのか小さい話なのかわからないです。ひょっとしたらすっごいしょぼい話やけど、松井さんご本人にとってはとんでもなくやばい話っていうのは、それは世の中にあるじゃない。すっごいしょうもない話やけど、本人にとっては。いやいや。で、それどう考えるかわからへんやん。それ人それぞれやんか。夜飲んでて、東門で夜飲んでて、もう我慢できへんようになってもうだから、脇入って、生田さんの壁向けて立ちしょんべんしたことと、スーパー買い物行って豚肉買うたんやけど、もういらんわと思って、やっぱ豚肉今日いらんわと思って、棚に戻そう思うのめんどくさいから言うて、ズッキーニ売ってるとこに豚肉戻したっていうことの二つ悪いことをしてる人で、その人がどっちが倫理的に悪いかって思うのはどっちかやん。わからへんやん。それ人それぞれやんか。そうやん。でも東門で飲んでて、あかんわ、三宮から電車乗って帰ろうと思ったけど、三宮の駅まで我慢できひんから、生田さんの壁のとこちょこちょこっと入ってて、立ちしょんべんしたっていうことをばらしたろか。そうかお前昨日スーパーで買い物してる時に豚肉取ったけどいらんわ。やっぱ帰らんとこで戻すのにお前ズッキーニの隣に戻したやろ。どっちばらされたくないって言われて、うわーどっちやろって俺やったらめっちゃ悩むけど、それ。俺は豚肉の方が罪が重いと思う。俺はね、立ちしょんべんよりも。それは法律的には立ちしょんべんの方が NG なんでしょうけど、豚肉買おうってスーパーのカゴ入れてたのに、やっぱいらんわと思って野菜売り場のズッキーニの隣に戻すことの方が俺は人間として最低やと思う。で、どっちばらされたくないって言われて、どっちがばらされたくないかはもう、それはその人の倫理観というか、その人の都合とかさ。例えばその話だったら、生田さんの関係者やのに立ちしょんべんしてるっていうのと、そうでない人の立ちしょんべんは、おのずと意味合い違ってくるでしょとか、その立ち位置とかね、人間関係とかね。そんなんで、ね、あるいはスーパーのバイトしとう人がそんなことしてるのと、買いに来てる人でそんなことしてるっていう罪の重さと軽さ違ってきますわな。倫理的な話やけど、全部。で、だからもうそれは、その人のお立場、その人の人間関係、その人の今の仕事の都合等々で、どっちがええか悪いか、どっちが重たいか軽いかって話になるんでしょうから、それが必然的に社会的に大きいか小さいかっていう話とはまた別やと思うんですよね。だから、ひょっとしたらね、僕らがって俺は騒いでんから僕らってのは適当じゃないな。世の中の人が騒いではる誹謗中傷動画に比べて僕の言うてる松井さんが隠したいことというのが社会的にインパクトあることかどうかっていうのは僕にはわからないですよ。それは松井さんのご判断なので。それはわからないですけども、そういうことなんじゃないかなと思います。で、かつ、今ほど申し上げたように、その誹謗中傷動画作ったか作ってないかとかって話の前にね、ないよ。一生懸命いろんな役所が調べ物して作り上げた答弁内容と違う答弁を感情的になったからやるというのは、それは内閣総理大臣向いてないって話ですからね。悪いことしたとかしてないとかって話の前ですよ。サザンが8言うてんのに高校生になられへん言うのと一緒ですよ、それは。悪いことしたかしてないかという話の手前ですね。それダメですよね。能力は未達でしょ。
週刊文春がその松井さんが隠したいことを知ってるかどうかっていうのは僕はわからないですし、で、もし余震は知ってたとしてもそれを使うかどうかというのは、それこそ文春の判断、文春がそれを社会的に大きいと見るか小さいと見るかの判断なので、それは余人の立ち入るべきところではないですよね。それは、文春さんのやりたいようにやらはったわけです。僕らがそんなとこを議論したかってしゃないことです。気になるけど、気になるし、ぜひとも知りたいところであるけど、僕らが部外者の人間が議論すべきことではないですよね。そんなに文春のこと気になったら文春の子になりってお母さんに言われるやつです。文春の子ってなんやねん。淑女の雑誌から書く係になりたいけどね。淑女の雑誌からはずっと書いてたいね。あれもう 100% フェイクですからね。あれもう 100% 淑女の雑誌からあれ、もうないの淑女の雑誌から。もうないの読んでへんからあるもんやと思い込んでた。もうないんか。もうないねんな。ないもんやと思って、あるもんやと思って読みもしてませんでしたけど。そうでしたか。もうないんですか。でも身長の黒の履歴書はまだあるよね。確か。黒の履歴書も面白いんですよ、あれ。だから触りに行かん方がええと思いますよ。松井さんのこの件は。で、生駒の山に石切の坂登って下埋めに行って、それごまかすために心斎橋戻って万引きしました言うとるやつは、万引きもわざとやってるから、その万引きの最中に、すいません、ほんまは買うてましたわ、言うて、後からレシート出してくるって可能性もあるしな。あんまり、ジタバタせん方がええと思いますね。銀杏色みたいにゆっくり行かはった方がええんちゃいますか。銀杏色みたいに。最近の人ら、崩落で銀杏行ったことあらへんでしょ。銀杏強い日でやったらあかんねパーン言うから。弱い日でじーっと行かなあかん。ね。じわ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 、じわ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 。マサルが絵描くときみたいに、あれは伸び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 か。伸び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 、伸び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 。じわ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 、じわ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 。やらはった方がいいと思いますよ。もうほっといたらじれよんねんから、青やから。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。